皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆっけいです。2022年モデルのテレビが続々と発表されていますが、その大通りを飾るメーカーから新型テレビの発表がついにありましたよ。そのメーカーというのがソニーです。セス2022でも QD-OLED やミニ LED といった新技術を搭載したテレビを発表していましたから、個人的にもかなり期待していましたし、視聴者の中でも気になった人結構多いんじゃないでしょうか。今回発表のあった2022年モデルはこちらの計8シリーズになります。その中でも特に注目されているのが新たな有機 EL パネル QD-OLED を搭載した最上有機 EL テレビ A95K とバックライトにミニ LED を採用した最上液晶テレビ X95K ですね。テレビの頭脳ともいえるプロセッサーについては昨年同様認知特性プロセッサー XR を搭載したままなので、ここら辺のハード的な部分の変更が大きい印象でした。今回もかなり濃厚な内容になりそうなので、有機 EL モデルと液晶モデルで動画を分けたいと思います。前編を有機 EL モデルの各モデルの紹介、後編を液晶モデルの各モデルの紹介とさせていただきます。それでは前編としてお届けします。今回は有機 EL モデルの昨年度からの変更点や A95K、A90K、A80K のそれぞれの特徴機能や詳細機能の比較をしていきますね。今回はこのような流れで進めていきます。1、昨年度モデルからの変更点。2、各モデルの機能比較。3、各モデルの販売時期と販売予想価格。4、まとめです。まずは今回発表のあった有機 EL テレビ、主に最上位モデルの A95K が昨年のモデル A90J からどう進化したのか、その点を詳しく解説していきましょう。昨年のモデルから進化した項目はご覧の4つがあります。1、新型有機 EL パネル QD-OLED を採用。2、小型カメラブラビアカムに対応。3、アクチュエーターコイルの大型化によるオーディオ性能の向上。4、デュアルスタイルで用途やデザインの幅が拡大。昨年のモデルから大きく進化した点の1つ目は新型有機 EL パネル QD-OLED を採用した点です。この部分が最も大きく変わった点といっても過言ではないでしょう。これまでソニーの有機 EL テレビで採用していた有機 EL パネルは韓国の LG 社が製造を行っていた RGBW という方式で、白色 OLED の上に赤、緑、青のカラーフィルターを乗せることで三原色を取り出しています。ただこの方式だと OLED が放つ白い光のうち大半がフィルターで吸収されて無駄になってしまうんです。つまり輝度が低くなってしまうというわけですね。そのために輝度を保つ役割としてホワイトの部分をそのまま残しているんですが、その分純粋な色が出力できないといった欠点があったんです。それに対して本モデルから採用されている新型有機 EL ディスプレイは韓国のサムスンが今年から製造開始した QD-OLED という方式で、青色 OLED を光源としてカラーフィルターの代わりに量子ドットのフィルムを載せています。量子ドットは粒子の直径を変えることで青色の波長を他の色の波長へ精密にコントロールできるという特性を持っています。つまり量子ドットのサイズで緻密に色を調整できるというわけですね。例えば波長が約450ナノメートルである青色の光は直径 1.5 ナノメートルの量子ドットで、波長530ナノメートルの緑色の光に、直径 3.0 ナノメートルの量子ドットで波長630ナノメートルの赤色の光に変換することが可能です。このように量子ドットが光の粒と再結合して新たな光を作り出してくれるため、RGBW 方式の有機 EL ディスプレイと比較すると光のロスがかなり減ること、純度の高い光を放出してくれることがわかると思います。また量子ドットを採用していることにより従来よりも視野角も大幅に向上しているようです。ちなみに QD-OLED 製造元のサムスンもこのディスプレイを搭載したテレビを販売するのは今年からなんですよね。従来の有機 EL ディスプレイよりも格段に性能は上がっている反面、実用化されていない技術なのでその耐久性については少し懸念点が残るかもしれませんね。昨年度モデルから大きく進化した点の2つ目は小型カメラブラビアカムに対応した点です。これまでのブラビアでもスマートスピーカーを採用したハンズフリー操作やスマホ連携なんかのユーザー体験を重視した UX 機能が豊富に搭載されていましたが、今回もあっと驚くような UX 機能が追加になりました。というのも
ブラビア専用の小型カメラブラビアカムとテレビが連携できるようになったんです。例えばカメラがテレビを視聴している人の位置を把握、その人に最適な画面の明るさ、音響に自動調整してくれます。他にもテレビに向かってジェスチャーをするだけで電源のオンオフやチャンネル切り替えなどをリモコンいらずで操作できたり、 Google Duo を活用したビデオチャットにも対応。設定距離より近い位置で視聴を検知すると画面上にアラートを表示してくれる近すぎアラートという機能まで搭載しています。これはお子さんのいる家庭には嬉しい機能ですよね。単にお子さんの視力低下を防ぐだけではなく、テレビ画面のいたずらなんかも防止できそうです。このようなカメラ連携機能はありそうでなかった新しい UX 機能で、今後の活用拡大にも期待ができそうです。ただこちらのブラビアカムは全モデルに標準搭載されているわけではなく、標準搭載されているのは有機 EL 最上位モデルの A95K のみのようです。他のモデルで使用するには別途購入が必要で、価格的には約24,000円を予定しているみたいです。便利そうではありますが、カメラ単体で24,000円ってかなり痛い出費ですよね。割といいサウンドバーを購入できるぐらいの価格ですから、実際に導入する方がどれぐらいいるのか気になるところではあります。昨年度モデルから大きく進化した点の3つ目は、アクチュエーターコイルの大型化によりオーディオ性能が向上した点です。ブラビアは音響面でも映画館で映画を見るようなリアリティを追求しています。それを実現するソニー独自の音響技術がアコースティックサーフェスオーディオプラスです。アコースティックサーフェスオーディオプラスでは画面全体を振動させることで被写体の位置に合わせた音を作り出し、画面からリアリティのある音を直接届けることを実現しています。画面を振動させて音を作り出すなんて、薄さが求められる有機 EL テレビにおいては画期的な音響技術ですよね。画面を振動させ中音域を作り出すアクチュエーターが2機、迫力のある重低音を出力するサブウーファーが2機搭載された 2.2 チャンネルの構成で、実用最大出力は 60W となっています。昨年モデルの A90J とカタログ上変化がないと思われるかもしれませんが、音響の要であるアクチュエーター内部のコイルが大型化されているんですよね。そのため昨年モデルよりも広域が大幅に改善されているほか、パネル自体も変更されたことで中低音域の抜け感の改善などオーディオ性能はかなり改良されているみたいです。昨年度モデルから大きく進化した点の4つ目は、デュアルスタイルで用途やデザインの幅が拡大した点です。 A95K ではデザイン性や機能性を左右するスタンド部分に関しても大きな進化を遂げているんですよね。昨年モデルでも 2way スタンドや 3way スタンドとしてスタンドを外側や内側に変更することができたんですが、今回の A95K に採用されているスタンドはかなり攻めています。皆さんが想像する普通のスタンドが存在せず、一枚板のスタンドにディスプレイがそのまま立てられているようなイメージで、フロントポジションスタイルとバックポジションスタイルのデュアルスタイルを選択できるみたいです。フロントポジションスタイルは正面から見るとスタンドがなく、画面だけが目の前に見えるようになることから映像への高い没入感を感じられる仕様になっており、バックポジションスタイルはフロントポジションスタイルとは真逆のスタンドを前に出すことにより、テレビ台の上に設置しながらも壁掛けの設置のようにディスプレイが壁にぴったりとくっつくようなスタイリッシュな設置が可能になっています。それぞれの環境や用途、デザイン性に合わせてスタイルを変更することができるのはかなり嬉しいですよね。ただこの場合、別途サウンドバーを設置したい人だとサウンドバーがテレビ画面に確実に干渉してしまいますよね。そこだけが懸念点となりそうなので、購入する前によく検討することをお勧めします。それでは続いて有機 EL テレビ各シリーズの機能比較をしていきたいと思います。各シリーズで搭載されている有機 EL ディスプレイやスピーカーの構成も変わってくるので、それぞれに異なる特徴があるというわけですね。本項目では各シリーズの特徴機能を押さえつつ、それぞれの比較をしていきましょう。視聴者の皆さんがどのシリーズに向いているのかの指標にもなると思います。さて、今回発表のあった有機 EL テレビはご覧の3シリーズになります。ほんと見事なシリーズ展開で、各シリーズそれぞれの特徴機能が光ってるんですよね。今回はご覧の6項目について比較を行っていきたいと思います。1、画面サイズ。2、使用パネル。3、画質性能。4、音質性能。5、設置性。6、HDMI 2.1 対応状況。7、その他の機能です。まずは画面サイズです。A95K は65インチ、55インチの2サイズ展開。A80K は77インチ、65インチ、55インチの3サイズ展開。A90K については48インチ、42インチの2サイズ展開となっています。
有機 EL テレビといえばサイズのバリエーションが少ないといったイメージがありましたが、今回は65インチを超える大型サイズをお望みながら A80K、 逆に PC 用モニターにも使用できるような小型サイズをお望みなら A90K といったユーザー側の選択肢がかなり広がったんじゃないでしょうか。結構視聴者さんのコメント見てると、小さいサイズのテレビ求めてる方もかなり多いので、そういったサイズ展開がお望みの方は A90K 一択ですよね。続いては使用パネルです。 A95K に使用されているパネルは先ほど説明したサムスン社が製造を行っている QD-OLED で、 A80K、A90K については LG 社が製造を行っている RGBW 方式のいわゆる従来の有機 EL ディスプレイとなっています。この QD-OLED と RGBW 方式の有機 EL ディスプレイに関しての違いは先ほども説明しましたが、この部分は画質面においてかなり大きな差になってくると予想されます。続いてはその画質面について比較していきましょう。パネルと同様、画質の良し悪しを大きく左右すると言われているプロセッサーに関しては、昨年から採用された認知特性プロセッサー XR が全てのシリーズで搭載されています。人が目で見た現実の世界に近いリアルな映像を描き出してくれるということで、昨年からかなり好評だったプロセッサーなので、これが全シリーズ搭載なのは本当嬉しいですよね。そのため地デジのような 4K に満たない映像を 4K 相当に解像度アップしてくれる XR4K アップスケーリングや、スポーツなどの速い動きでも残像感を低減してくれる XR OLED モーション、映像自体のコントラストを高めてくれる XR OLED コントラストプロなんかの高画質化技術は全シリーズで共通して搭載されています。特にコントラストを高めてくれる XR OLED コントラストプロは昨年度の最上位モデル A90J にのみ搭載されていた高コントラスト技術で、パネル表面の温度分布を検知する温度センサーとソニーが開発した放熱用インナーシートを有機 EL ディスプレイに組み込むことで、 OLED 自体が焼き付かないよう最大限の明るさで緻密な発光制御を行ってくれます。コスト的にもかなりかかる技術であるということが予想できますから、この機能が全シリーズに搭載されているのはかなり嬉しいですよね。対して使用パネルの違いによって異なる機能も多少あるんですよね。その中でも最も大きな違いが映像の色の鮮やかさを左右する光色域技術です。 QD-OLED 搭載の A95K では XR トリミナス MAX を、RGBW 方式の有機 EL ディスプレイ搭載の A80K、A90K では XR トリミナスプロを搭載しているんですよね。やはり従来の有機 EL ディスプレイよりも色再現性に定評のある量子ドットを採用している QD-OLED では光色域技術に関しては優れているようで、先ほども紹介した高コントラスト技術 XR OLED コントラストプロとの組み合わせが半端ないみたいなんですよね。XR トリミナス MAX に関しては従来よりも色彩輝度が 200% も拡大しました。それにより鮮烈な輝きから漆黒までリアルに映し出してくれるようです。いやー、色彩輝度が2倍になったってことは、単純に考えると使用する色の選択肢が増えたわけですから、それは当然よりリアルな色彩に近づけられるわけですよね。ソニーストアジャパンさんの公式 YouTube の方で XR トリミナス MAX 搭載の A95K と昨年のモデル A90J の映像を比較したものがありました。こうやって比較をしてみると一目瞭然で、画面左の A95K の方が断然色鮮やかで貝殻の模様まで緻密に再現されているのがわかりますよね。こちらの映像に関しては鮮やかというよりお茶が本来持つ色をリアルに再現してくれているように感じます。お茶に映る影もそうですし、お茶の泡一つ一つが鮮明に映し出されていますね。他にも QD-OLED 搭載の A95K の方が視野角性能も多少優れているみたいなんですが、有機 EL テレビはもともと視野角180度と言われていますし、その部分はあまり大きな差ではないかなと個人的には思いますかね。続いては音質面です。今回発表のあった全シリーズでソニー独自の音響技術アコースティックサーフェスオーディオプラスを採用しており、画面全体を振動させることで被写体の位置に合わせた音を作り出し、画面からリアリティのある音を直接届けることを実現しています。ただそれぞれのスピーカーの配置はご覧のように多少異なるようです。 A95K では大型のアクチュエーター2機とサブウーファー2機の 2.2 チャンネルというスピーカー構成で、実用最大出力は 60W となっています。昨年度モデルからの変更点でも説明した通り、大型のアクチュエーターを2機も搭載しており、ダイナミックな低音域の表現が最大の強みになるので、映画鑑賞や音楽鑑賞にもってこいのモデルなんじゃないでしょうか。
A80K では小型を含むアクチュエーター3機とサブウーファー2機の 3.2 チャンネルというスピーカー構成で、実用最大出力は77インチモデルで 60W、65インチ、55インチモデルで 50W となっています。こちらは画面中央のアクチュエーターに加えて左右に小型のアクチュエーターが2機も搭載されていて、左右の小型アクチュエーターは特に高音域の表現力を向上させているようで、音の広がり感が最大の特徴になります。そのためスポーツや音楽ライブなどの視聴にはぴったりですね。 A90K では小型のアクチュエーター2機とサブウーファー1機の 2.1 チャンネルというスピーカー構成で、実用最大出力は 25W となっています。正直なところ先ほどの2モデルには劣っているとは言えますが、 A90K 自体小さなインチ展開であり、 PC 用モニターや一人暮らし向けの人のモデルになります。それに画面全体を振動させるアコースティックサーフェスオーディオプラスを採用している時点でかなり高いスペックを持っているんじゃないでしょうか。また全シリーズで前後左右に加え高さ方向の音表現も可能にする立体音響規格ドルビーアトモスにも対応しており、ドルビーアトモス以外のコンテンツでも臨場感のある音響空間を体感できるソニー独自の立体音響技術 3D サラウンドアップスケーリングにも対応しています。さらに別売りのホームシアターシステム HT-AQ やサウンドバー HT-A7000 などのセンタースピーカーになるアコースティックセンターシンクも搭載しています。特にアコースティックセンターシンクは音の定位感も向上しますし、別途ソニーのサウンドバー等をお持ちの方や今後購入を考えている方には嬉しい機能なんじゃないでしょうか。続いては設置性です。 A95K では変更点部分でも説明したので詳しくは紹介しませんが、フロントポジションスタイルとバックポジションスタイルに切り替えることのできるデュアルスタイルを採用しています。 A80K ではスタンドを外側、内側、そしてサウンドバーを画面に重ねることなく設置できるサウンドバースタイルの 3way スタンドを採用しています。実はですね、昨年のモデルもこの 3way スタンドを採用されていて、個人的には結構好きなんですよね。これならテレビサイズをアップしたがゆえ、テレビ台の大きさが足りなくなるという場合でも、スタンドを内側にすることで、新しいテレビ台を購入する手間が省けますからね。これで助かってる人結構いると思うんですよね。A90K では標準ポジションとハイポジションでの設置が可能な 2way スタンドを採用しています。これいかにも PC 用モニターでの使用を推奨しているようで、時代の変化を感じますね。というかソニーの UQA テレビを PC モニターに使う人なんてどれだけ金持ちだよって感じですよね。続いて HDMI 2.1 対応状況です。 HDMI 2.1 については全シリーズで 4K120fps、ALLM、VRR、EARC にフル対応しており、 4K120fps、ALLM、VRR については入力端子3番4番の2端子で、 EARC については入力端子3番のみで対応しています。また全シリーズで PlayStation 5をプレイする際に最適な HDR 調整を自動で行ってくれるオート HDR トーンマッピングや、ゲームや映画などそれぞれの映像に合わせて画質モードを自動で切り替えてくれるコンテンツ連動画質モードもしっかりと搭載しています。さすが PlayStation 5の開発元であるソニーのテレビですよね。続いてその他の機能です。同時録画番組数に関しては全シリーズで2番組同時録画が可能で、スマホの画面をテレビに映し出す際に使用する AirPlay 2や Chromecast ビルトインなんかも全シリーズで対応しています。搭載 OS に関しても全シリーズで操作性やコンテンツの豊富さに定評のある Google TV を採用しています。さらに昨年度の XR モデルで話題を集めたソニーピクチャーズの最新映画を無料で見ることができるブラビアコアというソニー独自のコンテンツサービスも全シリーズで搭載されているんですよね。僕が昨年購入した X95J にもこのサービス搭載されていたんですけど、かなり良かったですよ。スパイダーマンとかまだ上映中なんじゃないのってタイミングでももう見れるし、映画の IMAX クオリティで家庭で体験できる唯一のプログラムである IMAX エンハンスに対応しているので画質もめちゃくちゃ綺麗なんですよね。また今回新たに導入されたブラビアカムについても全シリーズで対応はしていますが、最初から付属されているのは A95K だけとなっています。それでは続いて各シリーズの発売時期と予想価格を見ていきましょう。まずは販売時期ですが A95K は全サイズで7月発売予定で、 A80K、A90K は全サイズで8月の販売予定となっています。続いて販売予想価格ですが A95K の65インチが約66万円、55インチが約47万3000円、A80K の77インチが約77万円、
65インチが約50万6000円、55インチが約37万4000円、A90K の48インチが約31万9000円、42インチが約30万8000円となっています。感染症や半導体不足の影響があってか、やはり予想以上に高額となっているかなというのが素直な印象でしょうか。新たな有機 EL パネル QD-OLED と従来の有機 EL パネルの差額としては約10万円か15万円といったところでしょうか。確かに性能も向上していますし、新技術というところで期待はできるんですが、この差額を良しとするユーザーがどの程度いるのか、ソニーの手腕が試されそうですね。さて、今回はソニーが2022年モデルを発表したということで、有機 EL モデルの昨年度からの変更点や A95K、A90K、A80K、それぞれの特徴機能や詳細機能の比較をしていきました。テレビの性能を司るプロセッサーの変更点がなかった分、パネルやスピーカーなどハード部分がかなり進化していた印象でしたね。今年の注目パネル QD-OLED は海外メディアでは絶賛の様子ですが、実際にはどうなんでしょうか。早く実機を見てみたいですね。実際に家電量販店に並んだ暁には、視聴者の皆さんの感想をコメント欄に書き込んでもらえると参考になります。同じくソニーが発表した2022年の液晶モデルについてもすぐに投稿しようと考えていますので、そちらも気になるよって方は今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。